さんこんにちは、ハンナです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はクリスタルシャンパンのフラワーキャンドルをご紹介していきます。こちらのジェルはファーストジェルといって、とっても綺麗で透明なパラフィンのキャンドルになります。ショート動画でも上げたんですけれども、このジェルはいろいろな形をカットすることができるので、今回は、氷のイメージで、真四角にカットしてですね、芯を入れて、火を灯すまで、再現して、いますので、ちょっとご覧ください。キャンドルの芯を中心に差し込むだけで火を灯すことができるという本当にね簡単なジェルなんですけれども、このジェルを使って今日はシャンパンクリスタルフラワーキャンドルを作っていきたいと思います。いつものように温めていきます。そしてここにドライフラワーのお花がありますが、最初の動画にも載せてありましたけれども、シリカゲルで作りました。シリカゲルですととても色鮮やかに残すことができます。作り方は簡単です。タッパーの中にシリカゲルを入れてお花を入れて2週間ほどで完成になります。新しいシリカゲルはブルー色なんですけれども、何度もドライフラワーを作っていくとですね、淡い色に変色します。それを目安にまたシリカゲルを温めて、ブルーに変えて、また再利用するということができますので、ぜひ皆さん何度も使ってください。このグラスはですね、IKEA で購入したとてもお気に入りな、コップです。このコップに、以前作りましたガーベラの花をそのまま直接入れてます。1回目、2回目、3回目とこう分けながらジェルを入れることで植物が浮いているように見えたりします。ピンクの方も同じように3段階に分けて入れていきましょう。途中花が浮いているようなイメージを見せるコツが大切です。固まりました。いかがでしょうか。この気泡が何とも言えないと思いますが、まるでシャンパンのようなイメージかと思います。こちらはシリコンモールド、デイジー型になります。中心の部分はクレヨンの黄色を入れて、まずソイのキャンドルで色付けを始めていきます。固まりましたらばソイ色を着色なしで、周りの花びらの部分を敷いていきます。早く固めたい方はすぐに冷蔵庫に入れて冷やすといいと思います。今回ねIKEA のコップが非常に開口部が大きすぎて、合わないかなと思ったんですけれども、ジェルの部分はキャンドルとして使うわけではないので、あくまでもこのモールドのデイジーの部分
のみになりますから、これ使い終わったら外して新しいもの、例えばちょっと大きめなバラなんかをね、入れるのもありかなと思いました。はい、今回この、デイジーとっても可愛くて、早く使いたいなって思ってたんですね。中心が黄色で周りが白ってとってもインパクトがありませんか？残念なんですが、初めから、楊枝を刺すやり方ではちょっと抜くときに、周りも一緒に割れてしまうという可能性が大きかったので、中心の部分はもう後ほどということでですね、穴開けはこのようにしてみました。ここもね、慎重に穴を開けていただかないと、キャンドルが、奥行き、とても薄いので割れやすいという特徴がありますから、皆さん本当にここだけは気をつけて、中心の芯入れてください。はい、完成です。いかがでしたでしょうか？これ火に灯すととってもジェルの部分も光って綺麗に見えたりします。私のこの動画にもソイのキャンドル説明していますが、火を灯すだけ空気清浄効果になります。皆さんもぜひ作ってみてくださいね。とっても良かったと思った方は高評価よろしくお願いします。では皆さん、また次回お目にかかりましょう。